皆さん、こんにちは。今日は制服についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。本文に、職場の更衣室で着替える場面が出てきましたが、これは私服から職場の制服に着替えることを意味しています。日本では、職場でも、学校でも、制服を取り入れているところが多くあります。工場などでは、働く際の安全確保のために作業服に着替えますが、作業服を会社から制服として支給することによって、労働者の負担を減らすことができます。また、職場の制服には会社の人と会社外の人をすぐ区別したり、会社内の一体感を高めたりという効果を期待している場合もあるようです。制服がない場合も、業種や会社によっては一定の服装が期待されることもあります。例えば金融系のオフィスなら紺か濃いグレーのスーツに白いシャツ、ストライプのネクタイ、黒い革靴など、暗黙の了解として、同じような服装が期待されることもあります。日本社会では、個性的な服装よりも、他の人と同じような服装を求められる場合があります。職場によって異なりますので、制服がない場合は、会社での服装について、最初に聞いてみるといいでしょう。本文に、職場の更衣室で着替える場面が出てきましたが、これは私服から職場の制服に着替えることを意味しています。日本では、職場でも、学校でも、制服を取り入れているところが多くあります。工場などでは、働く際の安全確保のために作業服に着替えますが、作業服を会社から制服として支給することによって、労働者の負担を減らすことができます。また、職場の制服には会社の人と会社外の人をすぐ区別したり、会社内の一体感を高めたりという効果を期待している場合もあるようです。制服がない場合も、業種や会社によっては一定の服装が期待されることもあります。例えば金融系のオフィスなら紺か濃いグレーのスーツに白いシャツ、ストライプのネクタイ、黒い革靴など、暗黙の了解として、同じような服装が期待されることもあります。日本社会では、個性的な服装よりも、他の人と同じような服装を求められる場合があります。職場によって異なりますので、制服がない場合は、会社での服装について、最初に聞いてみるといいでしょう。